皆さん、こんにちは。マリーの日本語ポッドキャストのお時間です。今日もこのチャンネルに遊びに来てくれて本当にありがとうございます。今日は2026年の1月29日木曜日です。1月も残すところあと数日、いよいよ冬の本番という感じで、今朝も窓の外はキーンと冷えていましたね。皆さんの街の天気はどうですか？私は今朝あまりの寒さに起きてすぐキッチンでお湯を沸かしました。その沸騰したお湯から立ち上がる真っ白な湯気を見ているだけで、なんだか少し心が温まるような気がしました。さて、寒い冬の朝、皆さんは一番最初に何を口にしますか？温かいコーヒー、それとも母国の懐かしい料理でしょうか？実は今日、このポッドキャストを撮る前に、ふと日本の朝ごはんについて考えてたんです。日本に住んでいる皆さんも、これから日本に来る皆さんも、日本の朝ごはんと聞くと何を思い浮かべるでしょうか？旅館で出てくるような豪華な和食、それともコンビニのおにぎり？今日は現代の日本人が実際にどんな朝ごはんを食べているのか、そして日本特有の朝食文化についてたっぷり話していこうと思います。皆さんも温かい飲み物を用意してリラックスして聞いてくださいね。実は今朝少し早起きをして近所の喫茶店に行ってきたんです。いつもは家で簡単に済ませることも多いのですが、たまには外の空気を感じながら朝ごはんを食べたいなと思って、皆さんの国はモーニングありますか？日本のモーニングは朝の時間帯にコーヒーなどの飲み物を注文すると、トーストやゆで卵、サラダなどが無料、もしくはとても安いセット価格でついてくるというサービスを指します。今朝私が行った古い喫茶店でも500円のホットコーヒーを頼んだら、厚切りのバタートーストと温かいゆで卵が出てきました。窓際の席で通りを歩く会社員や学生さんたちの姿を眺めながら食べるトーストは、なんだか特別に美味しく感じられました。そこでふと隣の席を見ると、新聞を読んでいるおじいさんやタブレットで勉強している学生さんが、それぞれ自分の朝の時間を楽しんでいたんです。日本人は真面目で忙しいというイメージがあるかもしれませんが、こうして喫茶店でゆっくりと朝ごはんを食べる文化も実は深く根付いてるんですよ。このモーニングの文化は特に愛知県の名古屋市などが有名ですが、今では日本全国のカフェやファミレスで見ることができます。家で食べるのとはまた違う、少し贅沢で、でも日常的な日本の朝の風景。今日はこの実体験を入り口に、さらに深く日本の朝ごはん事情を掘り下げていきましょう。ということで、今回のテーマは日本の朝ごはん紹介についてです。日本語を勉強している皆さんは、教科書で朝ごはんを食べますという文章を何度も練習したと思います。でも実際に日本人が何を食べているのか、その背景にある文化まで知る機会は少ないかもしれません。朝ごはんは単なる栄養補給以上の意味を持っています。それはその国のライフスタイルや何を大切にしているかが一番よく現れる食事だからです。今日は3つの視点から日本の朝ごはんを解剖していきます。1、家での朝ごはんのリアル。伝統的な和食派と手軽なパン派。2、外で楽しむモーニングとコンビニ文化。3、海外との違い。そして働く人や学生たちの戦う朝ごはん。これを聞けば皆さんが次に日本の朝を過ごすとき、
目の前の食卓がもっと面白く見えるはずですよ。一つ目のポイントは、日本の家庭での朝ごはんについてです。よくドラマや映画で見かける日本の朝食といえば、炊きたての白いご飯、お味噌汁、焼き魚、そしてだし巻き卵といった一汁三菜ですよね。これが理想の形ですが、現代の日本家庭で毎朝これを完璧に用意するのは実はかなり大変です。実際には大きく分けてご飯派とパン派の2つの勢力があります。ご飯派の強い味方は何といっても納豆や生卵です。ご飯の上に乗せるだけで完成するこれらのメニューは忙しい朝の救世主。以前のポッドキャストで納豆は最初は苦手だったけど今は大好きという話をしましたが、納豆ご飯とお味噌汁さえあればそれはもう立派な日本の朝食なんです。一方で、実は今の日本ではパン派も非常に多いんです。食パンをトーストしてバターやジャムを塗る。そこに目玉焼きやヨーグルトを添える。私の周りの友人たちも平日は準備が簡単なパンで済ませるという人が多い気がします。どちらにしても共通しているのはお味噌汁の存在かもしれません。パンと一緒にスープのようにお味噌汁を飲む人もいれば、インスタントのものを活用する人もいます。忙しい中でも温かい汁物で体を温めるという瞬間は、日本人が昔から大切にしてきた知恵なのかもしれません。二つ目のポイントは、外での朝ごはんです。先ほど私の体験談でお話しした喫茶店のモーニングは、特に休日や少し時間や余裕がある朝の楽しみです。チェーン店のカフェでも朝限定のサンドイッチセットなどが人気です。しかし、もっと現代的な日本の朝の風景といえば、コンビニエンスストアは外せません。駅のホームやオフィス街のコンビニでは、毎朝多くの人が朝ごはんを買い求めています。一番人気はやはりおにぎり、鮭、梅干し、ツナマヨ、そして冬の今の時期なら温かいレジ横の肉まんを朝ごはんにする人もいます。最近のコンビニおにぎりは本当にレベルが高くて、まるでお米一粒一粒が立っているような美味しさなんです。忙しくて家で食べる時間がない人にとって、片手で食べられるおにぎりやサンドイッチは、まさに移動中のエネルギーなんですね。また、牛丼チェーン店、吉野家とか松屋とかの朝定食も人気です。400円、500円前後でご飯、味噌汁、卵、鮭などがセットになった本格的な和食が食べられます。安くて早くて栄養バランスがいい。これは日本独自の外食朝ごはんの進化系と言えるでしょう。三つ目のポイントは海外との違い。現代社会のリアルです。皆さんの国では朝ごはんに何を食べますか？例えば、シリアルとミルクだけで軽く済ませる国もあれば、朝からしっかりお肉や豆料理を食べる国もありますよね。日本の朝ごはんの特徴を海外と比べたときよく言われるのは、朝から料理の種類が多いということです。たとえ質素な食事でも、ご飯、汁物、おかず、お漬物といった具合に小さなお皿が並ぶ。これは栄養バランスを無意識に重視する日本文化の表れかもしれません。でも、現実の会社員や学生さんたちはもっと戦っています。あるアンケートによると、日本の若者のかなりの割合が実は朝ごはんを食べない、あるいはサプリメントやゼリー飲料だけで済ませると答えています。
満員電車に揺られて会社や学校に行く日本社会では1分1秒が惜しい。だから座ってゆっくり食べるよりもギリギリまで寝て移動中にゼリー飲料でビタミンを補給するというスタイルを選ぶ人も多いんです。また、学生さんの場合は、部活動の朝練習の前にコンビニで買ったパンを急いで食べる、なんて光景もよく見かけます。豊かな食文化がある一方で、忙しすぎる現代社会の中で、どうやって効率よく食べるかという少し寂しい側面も、日本の朝ごはんのリアルな姿なんです。ここまで日本の朝ごはんの理想と現実についてお話ししてきました。皆さんも日本語の勉強や仕事で忙しい毎日を送っていると思います。時には朝ごはんを食べる時間がなかったり、パン一つで済ませてしまったりして、ちゃんと食べていない自分はダメだなぁなんて思ってしまうこともあるかもしれません。でも私から皆さんに伝えたいのは、完璧を目指さなくていいということです。私自身本が大好きなので、朝ごはんをしっかり作る時間があるなら、1ページでも多く本を読みたいと思う日があります。そんな日はバナナ1本とコーヒーだけでもいい。大事なのは何を食べるかというルールよりも、その食事が自分の心と体を少しでも前向きにしてくれるかということです。もし皆さんが日本で一人暮らしをしていて寂しいなぁと感じたら、たまには勇気を出して喫茶店のモーニングに行ってみてください。そこでおはようございますという店員さんの声を聞くだけで、なんだか一人じゃないんだなと思えることがあります。言葉の勉強も同じです。完璧な文法で朝ごはんを食べましたと報告するよりも、その食べ物がどんな味だったか、どんな気持ちになったか、それを誰かに伝えようとする心があなたの日本語をより豊かに、より生きた言葉にしてくれるんです。はい。ということで、今回は日本の朝ごはんというテーマでたっぷりお話をしました。日本の朝ごはんは時代とともに形を変えてきましたが、根底にある一日を元気に始めたいという願いは変わっていません。皆さんの国では明日の朝、どんな美味しいものが食卓に並びますか？あるいは日本でどんな朝ごはんを食べてみたいですか？ぜひ皆さんの朝ごはんを私に教えてくださいね。それでは、今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。明日の皆さんの朝が温かい湯気と笑顔で始まることを願っています。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。